皆さんどうもこんにちは。刀のまいさんです。今回はドイツで開催された居合道セミナーに師匠のアシスタントとしてご招待いただいた時の旅行記2本目です。2日目はレーゲンスブルクという町の観光の一日でした。ドイツビールの正式な飲み比べを教えてもらったり、世界最古の石橋や有名なお城のクリスマスマーケットに連れて行ってもらったり、とても充実した一日でした。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。師匠の健康のバロメーターは朝ごはんがしっかり食べられるかだそうです。結局買いに来なかったんですけれども、自販機で買えるのはこんなお菓子とお水でした。1日目の動画の最後にお話ししましたが、時差ボケで全然寝られず、服を着て出るのが精一杯でお化粧はできておりません。朝食のブッフェはこんな感じで、冷たい前菜とサラダやフルーツですね。こちらは温かいソーセージや卵料理ですね。このヌテラが押すと出るやつは初めて見ましたけれども、あとこちらシリアルコーナーとパンのコーナーがありました。これはどこの国も同じような感じですかね。普段は朝食を食べない日が多く、ジュースも飲まないようにしているのですが、せっかくいただけるとなるとつい手が出ちゃいますね。ミックスジュース、私はまずは冷たい前菜から。温かいものは冷めないうちに食べたい派なので第一陣です。ここはヘルニアに悪い椅子の話をしています。第二陣を取りに来ました。プレッツェルはドイツっぽいのかなと思って焼いてみました。取ってきたのはこんな感じです。プレッツェルは焼きたてだと中はふわっとして美味しかったです。食べますね。ちょっとだけ塩味はどうね。師匠がちょっと食べてみたそうだったのであげましたが、一番硬そうな部分を本当にちょっとしかあげてなくて、編集しながら笑っちゃいました。小口リンド、要は1人1万円。ピーターが迎えに来てくれました。師匠が堂々と日本語で話しかけるのはやっぱり見てると面白いです。お出かけなので化粧をしましたが、街中もノーメイクの人が多かったので、逆に日本人ぐらいなのかもしれません。ヨーロッパらしい本当に可愛い街並みと、ツアー用のバスも可愛かったです。まずは小さいお店が揃ったマーケットに行って、スーツケースの奥に詰めて帰りたいお土産のドイツワインを買いに来ました。ドイツはワインも有名だそうです。可愛いボトルがたくさんでした。日本のワインもありました。私はこのモンキー47っていうジンが大好きなんですけれども、日本で買うのと値段があんまり変わらなかったのでやめときました。代わりにアイスバインという日本でいう寄付ワインですねを土産に買って帰りました。動画はないです。ここはすごくお野菜が新鮮そうに感じました。今後の動画ではもっと大きなスーパーマーケットも登場します。可愛い街並みを歩いて連れてきてくれたのが彼のおすすめの醸造術キビアレストランです。セミナー終了後のパーティー会場として予約してくれていたので、旅行前から下見に行った時の写真を送ってくれていました。師匠にビールの味見をしてもらいたいということで席に着きましたが、日本ではもっと小さなグラスで飲み比べをするお店が多いのでびっくりしちゃいました。でも持ち上げてみたら下は細くなってたので、そこまで量は多くないのかもしれないです。まずは左のビールから乾杯。美味しい。スイート。私にはこれは甘く感じたようですね。ちなみにお酒は何でも美味しいと言います。
私はこんな風に好き勝手にちょっとずつ飲み比べしちゃってたんですけれども、左から順に味が濃くなるから飲み切ったら次のを試すのが正式なテイスティングだと教わりました。最近は健康を考えて飲む量は 350ml の缶ビール1本です。ちゃんと伝えたいことは Google 翻訳で会話しましたが、元気よくお酒の量について師匠が話しているのがおかしくて笑っちゃいました。なんで笑うんだよ。師匠が残した分まで私が飲み切りましたが、顔色一つ変わらないとはこのことです。11月の後半から1ヶ月、ドイツでは至る所でクリスマスマーケットが開かれるそうです。これで小規模だとピーターは話していましたが、夜にその意味が分かりました。メリーゴーランドが日本のと比べるとかなり速くて、そのせいなのか分かりませんが、乗っている子がずっと泣いてるのがなんだか可愛くて笑っちゃいました。チョコレート？チョコレート？チョコレートじゃないね。ツリーに飾る。クリスマスツリーの飾り付けを純粋にチョコレートかと聞いてくる師匠も子供みたいで可愛いです。可愛い人形や置物もたくさんありました。これはみんなクリスマスに飾るやつ？そうです、そうです。これも？サンタクリスマスに飾らないでどうする？今考えると師匠はちょっと酔っ払ってたんでしょうか。天然すぎる発言です。イエス・キリスト降誕のシーンを再現するようなミニチュアもたくさん売られていました。マーケットで何も買わなかったのは、この辺だとみんな現金のみかなと私も思いまして、私たちはまだ両替ができていなかったので、まずは銀行に連れて行ってもらいました。師匠が冬の帽子が欲しいということで帽子屋さんへ行きました。いいですよ、ガオーってして。それ可愛くないですか？これおいなんだかデザインが独特というか、可愛い刺繍の帽子が多いお店でした。師匠からかったので自分でもかぶってみましたが、これで横浜に帰る勇気はちょっとなかったです。ピーターおすすめのレストランでランチタイム。レーゲンスブルク大聖堂広場前にあるビルツハイム・イム・ホイポートです。ふんと言いつつ全く読めないですけれども、もともと貴族のお城に由来し、13世紀から17世紀に建造と改装を繰り返された歴史ある建造物だそうです。今回私は世界最古の修道院醸造所のベルデンブルガービールをいただきました。重い。水で乾杯。巨大なグラスですごく重かったです。これはアッサムボックという種類の黒ビールですが、お肉料理に合うビールとしてピーターに選んでもらいました。これが伝統的なバイエルン料理だそうです。師匠はビーフステーキ、私はローストポークにしましたが、パリパリの皮付きでワイルドです。すごいですね。お料理をシェアしない文化と聞いておりましたが、この量を一人で食べるのはフードファイトの気分でした。おいしい。でもお肉はすごく柔らかくて、食べ始めたら案外ペロッといけました。パッと手を切れる、これだと要は遅れる、だから、ここで居合道のミニコーギーになりましたが、お腹いっぱいでぼんやり眺めてしまって通訳できずでした。さっきの帽子屋さんで師匠が一番気に入ったニット帽をピーターがプレゼントしてくれました。あったけ。いざ外に出たら泣きそうなほど寒かったです。なんというか骨が凍りつきそうな寒さと言いますか、ちょっと痛そうな顔してますよね。私は寒いのがすごく苦手です。Dies ist das alte römische Stadttor, 2000 Jahre alt. これは2000年前
レーゲンスブルクは古代ローマ時代から交通の要衝として栄えた町で、古代遺跡と中世の町並みが融合しています。写真を撮るので精一杯でしたが、歩いてやってきたのはシュタイナーネ橋。現存する世界最古の石橋です。1146年に完成し、800年以上もドナウ川に架かる唯一の橋だったそうです。So the statue is called the Brookmantel. Brookmantel. It's a Bavarian dialect for the little man on the bridge. Yeah. 橋の中央にある像は橋の上の小人という意味の名前で、町と大聖堂を見渡しているそうです。We are here. Ishibashi. 次にやってきたのがレーゲンスブルク大聖堂です。1273年に着工し、すべて完成したのが1869年だそうです。今回あいにく修復工事中でしたが、中は見学することができました。中に入った瞬間、空気が違うと言いますか、建物も彫刻も息を飲む美しさと厳粛な雰囲気で言葉が出なくなりました。For a good and harmonious seminar. こちら大聖堂の近くなんですけども、別の教会なんですかね、ちょっと名前がわかんないんですけれども、こちらも中を見せていただきました。本物の公会室を初めて見まして、ちょっとテンションが上がってしまいました。これ以上は近づけなかったですけれども、正面の金ピカの彫刻がすごく美しかったです。ホテルに戻ると、今日から同じホテルに泊まるケンツル道場のピーター夫妻がお出迎えしてくれました。部屋に戻って北海道や帽子で防寒装備を高めて再出発です。やってきたのはトゥルン&タクシス城の庭園で開かれるロマンティッククリスマスマーケットです。お城の外側からすでにたくさんのお店が続いておりました。なんだかやかましい音が聞こえてきたなと思ったら、こちらはクランプスという怪物の行列です。悪い子を探しているので、秋田県の生ハゲとそっくりですが、悪い子は手に持っている鞭で叩いて地獄に連れて行っちゃうそうなので、もっと怖いです。みんなはサンドイッチを買っています。Cheese and bacon. No? お腹いっぱいなはずなのに、見るとつい食べたくなってしまう性分です。チーズとベーコンが挟まれていて、焼きたてでとっても美味しかったです。いよいよお城の中庭へ。大きなツリーに雪がちらつき始めて、とってもロマンティックでした。ケンツルピーターと石窯で焼かれたパンに目を奪われている隙に、みんなは焚き火の前に座っていました。火の近くはすごく暖かいですね。日本では気軽に焚き火もできないので、これだけでも貴重な経験です。1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. なんと火がメラメラしているホットワインを買ってきてくれました。こんなのは初めて見ました。乾杯。全員で乾杯。はい。なんだ甘いっていうのは。スイート。外で熱々のワインを飲めるのは最高ですね。スパイスとフルーツで甘くて美味しかったです。もう少し屋台を楽しむことにしました。Langos, pancake. 私はクレープが大好きなので、クレープを食べることに決めました。注文を待っている間にアレックスはパンに入ったシチューを買ってきました。一口いただきましたが、これも美味しかったです。
結局クレープはシンプルなシナモンシュガーにしました。日本だと三角の紙に巻いてくれますが、ドイツだとどうなのかなと思って見てましたら、四角く畳んで薄いお皿にのせてそのまま手渡ししてくれまして、めちゃくちゃ熱かったです。カメラで片手が塞がってたのでお行儀の悪い食べ方ですみませんが、日本のクレープよりも分厚くてもちもちしてて素朴ないいお味でした。最後にお城のカフェバーで飲み直しです。私はまたホットワインを飲みましたが、こちらのはお酒がとても強い感じでした。Very much alcohol? Yeah, you want it? I love そしてシュナップスというドイツの蒸留酒でセミナーの成功を願ってみんなで乾杯しました。これは洋梨が使ってて甘いんですけれども、40度ぐらいあるお酒なので飲まれる方は気をつけてください。 For a harmonious and successful seminar. Yeah. Thank you. というわけで今回はお酒で始まりお酒で締めるレーゲンスブルク観光の1日 Vlog でした。翌日もちょっとだけお買い物といよいよ居合道セミナーのスタートでした。また次も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。